こんにちは。金子でございます。ということで、本日の食材がこちら。本マグロのカマっていうことでね、それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。巨大マグロのカマ。っていうことでね、こちらの巨大なカマ、なんと200キロオーバーのマグロから取れたカマでございます。お値段3万円しました。ただこれ3万円以上の価値は絶対あると思います。なぜなら、マグロから本当に少ししか取れない希少部位、カマトロっていう部位が取れるんですよ。で、カマが大きければ大きいほど、カマトロが取れる部分は多いです。それにマグロっていうのは大きければ大きいほど美味しいと呼ばれている魚ですので、極上のマグロのカマとなっております。で、カマトロの特徴としては、大トロに比べて脂がしつこくないんですよ。なんでさっぱりした味わい。これがね、魅力的なんですよ。この前やった天ぷらをここで揚げながら食べるっていう動画あったじゃないですか。あれかなり好評で、ありがたい話で、今日もこのまな板の上でお送りしたいなと思います。そしたら今日はこのカマトロを使ってお寿司と、で、残ったところをこうスプーンでこそげ取って、ネギトロ作りましょう。本物のネギトロ。スーパーとかに売ってるネギトロって、もういろんなマグロをこう合わせて叩いて、いろんな油とかを加えているネギトロなんですけど、本当のネギトロっていうのは、マグロの油の乗ったところを使うんですよ。なので今日はこのお寿司とネギトロと、で、あとはアラが出たら、アラ炊きにしましょうか。甘辛く炊いて。こちらの3品作っていきたいと思います。そうしましたら、カマトロを除去していきます。カマトロはここです。ここに三角形に入ってます。今回のマグロね、赤身の部分もめっちゃついてるんですよ。なので、まずはこの赤身の部分、ここ外します。よいしょ。赤身の部分外れました。こういう形になったら、ここを落とそうか。で、カマってめっちゃ骨が硬いんですよね。ダメだな、入んないな。どうしてもこのサイズは包丁じゃ絶対無理だと思ったんで、ノコギリも用意しました。よし。はい、ではヒレのところ外せれました。そしたらいよいよこちらのカマトロを落としていきます。で、こう指で触ると、ここに硬い骨があるのがわかります。その硬い骨を避ける感じで、包丁を入れます。そうですね、だいたいここら辺まで。はい。包丁がこう入りましたら、次は皮の下から包丁を入れていきます。入るところまでグッと入れます。そしたらあとは膜を外して、トロ肉を外していきます。ほら、まるでサーロインのような、そんな油のきめ細かさ。ここですね。わかりますかね。ここにこう骨が入ってて、この下、ここがカマトロですね。ここしっかり決めてあげて、で、奥まで入ってますんで、奥まで包丁をこう入れて、包丁でこうほじくり返す感じですね。よし。はい、こちら、200キロのマグロのカマからこれだけしか取れない超希少部位、マグロのカマトロですね。うまそう。そしたら、こういう骨。こういう骨もこういう風に取ってあげて、ここも煮付けにすると、カマトロは取れたんですけど、どうしても取れ残りがあります。こういうね、隙間とかに取れ残りがあるんで、それをスプーンでかいていきます。こういう感じに。こういうとこにも身はね、かなりついてるんですよ。ここもしっかり取っていきます。血がついてるところは避けましょう。血の気の少なそうなところをかいていきます。こういう脂っこいところばっか集めるんじゃなくて、こういうちょっと赤身っぽいところ、ここもしっかりと取ってあげる。そして混ぜると、ちょうどいい脂っこすぎないネギトロが出来上がります。ひとまずこれだけ取れました。じゃあこっちのヒレの方もカマトロを取っていきましょうか。こっちもね、結構ついてると思うんですよ。ほら。ただでもこれはね、カマトロっていうかもう大トロに近いですね、ここは。はい。200キロのマグロのカマ片一方から、もう本当にこれだけしか取れません。だからめちゃくちゃ希少なんです。で、こっちも、カリ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 と、身を取っていきます。で、今取れてる部位がこんな感じなんですけど、ちょっとまだ赤身が強いですよね。で、こういう時は、こういうところについてるこの油、ここをわざとすくってあげて、で、加えて、で、これで油分を調節します。僕はそうやってやってます。こんなもんでいいでしょう。よし。そしたらここもこういう風にカットして、これは煮付けでいきます。よし。そしたら次は赤身を取っていきましょう。で、たくさん赤身あるように見えるんですけど、意外と骨とか血合いとかばっかで、そんなにめちゃくちゃは取れないです。この出っ張ってる部分、これ全部赤身っていうわけでもないんですよね。骨がかなり強く入ってますんで、
こですね。ここを丸く落として、こんな感じでしょうか。冷凍物なんですけど、ちょっとね、色が飛んじゃってますね。これがね。はい、こちら、赤身ですね。結構取れましたね。なんで、こちらも握っていきましょう。はい、そしたらこちらの赤身を食べやすい大きさに立てていきます。ここから半分にまず落として、で、こっちを立てて、こういこうか。OK、こんな感じ。これで、カマトロと赤身が取れました。はい、そしたら次はこちら、ネギトロを作っていきます。皆さんネギトロっていうと、ネギが入ってるトロのイメージがあるじゃないですか。あれ実は違くて、本当のネギトロの由来っていうのは、やはりスプーンでこそげ取って、これができたわけじゃないですか。こそぎ取る。つまり、ネギ取る。そこからネギ取る、ネギ取る、ネギ取る、ネギトロ、ネギトロみたいな感じで、ネギトロになったんですよ。なので、これが本当正真正銘のネギトロです。高いお寿司屋さんとか行っても、これが出てきます。そしたらこちらを叩いていきます。はい、そしたらこのように叩けました。で、ここにたくあんの刻んだやつを加えると、とろたくになります。そしたらこちらを盛り付けていく。そしたら次は、マグロの粗炊きを作っていきます。沸騰したお湯の中に、マグロの粗、これを入れます。で、軽く表面に火を通して、臭みとアクを取り除きます。もうさっとで大丈夫です。で、冷水にジャボンと入れます。これやると血とか汚れが取れますんでね、臭みの少ない粗炊きになります。よいしょ。はい。これだけ汚れが取れました。匂い嗅ぐとね、かなり生臭いです。そうしましたら、大きめのお鍋に、日本酒、たっぷりと。で、こちら、みりんも、たっぷり。で、こちら、ザラメも、一つかみ。で、お醤油。そして火をかけます。そしてそこに先ほどのマグロを加えていきます。で、こちら、生姜も加えます。そしたら中火に落として、汁をかけながらコトコト20分、30分煮込んでいきます。はい、では30分ほど煮込みました。かなりタレのかさが減って、とろみが出ました。めちゃくちゃいい匂いがします。この匂いだけでご飯食べれるぐらい。これでマグロの粗炊きの完成。で、これもう1日ぐらい置くともっと味が染みて美味しいんですけど、今日待ちきれないんで、一つ食べちゃいます。油の乗ったここいただこうかな。うら。で、ここにタレもかけて、完成。よし、そしたら寿司を握っていきます。これ。冷風にちょっと当てといたんですけど、冷風に当てると、こういう風に色が出てきます。よっぽどね、鮮度が悪いマグロだと、色は出ないですけど、ある程度鮮度のいいマグロだと、柵にして冷風に当てると、ここで発色してきますんでね。今から、まな板クッキング始まります。まずはこちら、でん銀色のやついただきます。最高です。ちょっとネギトロからいただきますか。海苔を用意して、シャリ玉を海苔に乗せて、で、ネギトロを乗せて、で、わさびをちょっとつけて、お醤油をシュッシュと。で、これを巻いて、いただきます。うわ、うまっ。全然くどくない。口の中に入れた瞬間、もうスーッと体の中に、もう今ここら辺ぐらいまで来てると思いますけども、スッと入ってきましたね。うまいなぁ。次はこちら。粗炊き。油の乗った、ここら辺。いただきます。油くどい部位のはずなんですけど、一回下茹でして、ある程度油を落として、たっぷりのお酒と生姜で煮てますんで、臭みも全くないし、油も落ちてます。程よい油で、美味しい煮付け。うわ、うまい。塩こんかな。そしたら次は寿司に行っていきます。まずはこちらのカマトロから行きましょうか。カマトロの、本当にこの油の乗ったところ、ここ行きましょう。うわほら、テカテカ。そしたらネタを持って、わさびをちょっとつけて、シャリ玉を置いて、空気を入れて、
こんな感じ。そしたら醤油をパッパッと振っていただきます。うまっ。なんで大トロとここまで油の質が違うんだろうっていうぐらい、油の量は大トロと変わんないんですけど、質が全然違うんですよ。さらっとしてて、どんだけでも食べれちゃう。大トロって1貫2貫食べると、ちょっともういいやってなっちゃうんですけど、カマトロだったら8貫ぐらい食える自信はある。次赤身いきます。赤身はちょっと分厚めにわさびをつけて、シャリ玉置いて、空気を入れて型を作る。で、反転させて指2つで押さえる、握る、反転、押さえる、握る、醤油をピッピッいただきます。最高の気分ですね。というわけで続きは一人で楽しむとして、動画はここら辺で締めさせていただきます。いや、本当にね、すごくいい釜が手に入りました。あんな大きい釜僕見たことなくて買っちゃいましたね。今日の釜は、規格外の大きさで200キロオーバーの釜だったんで、ちょっとお値段はしたんですけど、小さめのマグロの釜でしたら、意外と安く叩き売られてることがありますんで、見かけた際は、釜トロを取ってお寿司にしてみてはいかがでしょうか。めちゃくちゃうまいです。僕としてはね、ネギトロを絶対試してほしい。めちゃくちゃ美味しいので。というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。